今日はですね、顔の上半分の若返りを一緒にしたいと思います。特にですね、目の下のたるみに悩んでいる方が多いので、ちょっとそこも今日は重点的にやりながら、目尻を上げる方法とかね、そういうのもやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では、目の下のたるみの改善法を一緒に行きましょう。ゆっくりやっていきますね。軽く下を噛みます。はい、軽く下を噛むことによって、顔の下半分の力を抜いて、目の下に集中していきますよ。はい、ここの下まつげの生え際あたりを上げていきましょう。はい。ここに集中して意識を。はい、上げて。上げて。上げて。はい。ちょっとリズムからに行きましょう。上げて、下ろす。上げて。一緒に。1、2、1、2、1。私はちょっと言葉で号令かけますけど、皆さんは軽く下を噛んでおいてくださいね。上げて、下ろす。1、2、1、2。上げて、下ろす。上げて、下ろす。ゆっくり。難しいですか？だいぶできるようになったんじゃないですかね。最初の頃難しいっていう方もだんだんとできていますからね。1、2。この下まつげ、ね、ここの下まつげの生え際あたりを意識しますよ。頬を上げないようにね、頬を上げると、こういう感じで。似たように見えますけども、実はこれは頬を上げてる状況ですね。これは違いますよ。本当にここの部分だけ。こんな感じ。違いわかりますよね。はい、じゃあ目の下も一回集中しますよ。はい、いきますよ。3、はい。わかりますよ、私。顔の下半分の力抜いてますよ。わかりにくかったらちょっと皆さん鏡でね、チェックしながらやってください。次はですね、今目の下を上げたので、今度、ここの横の部分を高くしたいので、こう、横を見たとき、特にここがこう上がってると若く見えますよね。この部分を高く見せるためには、眼輪筋を鍛えていくのがいいです。これも何度かやりましたけどね。はい、いきますよ、一緒に。はい。ウインクです。ウインク、ウインク、ウインク、ウインク。はい、ウインク、ウインク。ウインク、ウインク。100回頑張って。はい、毎日100回頑張ってます。はい。毎日100回やってる方はですね、何かしら変化を感じてると思いますよ。目元が若返ってきますよね。目尻が上がってきますからね。はい。ウインク、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 そうそう。ウインク、ウインク。1、2、1、1、2。はい、皆さん続けて。ウインク、ウインク。はい。ウインクをつぶるだけでギュッとしなくていいです。ギュッとしてもいいんですけども、ちょっとここに負担がかかってちょっとシワっぽくなっちゃうので、軽く目を閉じるだけで十分ですからね。それで十分効果がありますよ。ウインクすると頬が多少はね、影響するからここは問題ないので、頬が上がっても大丈夫です。私はあえてですね、頬も一緒に上げたりするんですよ。暇があるってやってるんでやりすぎ。ウインクに関しては私は別に、回数制限なく私はやってます。なんか今日、冴えないなと思った時は目尻をしっかり上げるためにウインクをしっかりします。はい、今でこれでだいぶ頬も上がって、目尻も上がって、目の下も引き上がったイメージがあると思うんですけど、もう一つ顔の上半分を若返らせるのに効果的な方をやりますね。それは額に張りを与えるっていう感じですかね。どうしても年齢重ねると細かい小じわが増えてくるんですよね。で、それもですね、前頭筋っていうこのおでこにある筋肉の衰えによって、皮膚が余った感じになってシワシワっとなりやすいんですよね。で、前頭筋を鍛えるためにお伝えするトレーニング、皆さんご存知だと思うんですけど、眉毛の上げ下げをするんですよね。それで前頭筋に張りが出てくると、細かいシワが下から押し上げられてパーンと張って見えるんですよね。おでこはやっぱり一度軽くシワができてしまうと、赤ちゃんのようなつるっとした、全くシワのないおでこになるのはもうちょっと不可能ですね。これはちょっと難しいです。ただ、大じわがグッと入ったりということがなくなってきます。おでこに張りが出ることで光が当たった時にパンと艶が出るというかね、それだけでもかなり変わりますからね。で、やり方はですね、眉毛をちょっと上げてみてください。眉毛を上げてちょっと鏡でシワができないか見てください。眉毛に。シワができる部分があると思います。人それぞれね。で、シワができた部分を指で押さえます。で、顔ダンス自体は、どんな動きをして少々シワが入っても、それが定着することはないんですけども、唯一ですね、この、おでこのこのトレーニングの時に、
できるシワ、これは定着する可能性があるんですよ。でも、前頭筋を鍛えるためにはもうこの動きしかないんです。私もいろんな方法を考えてみたんですけども、ここに厚みを与えて前頭筋を鍛えるには、この動きがやっぱり一番いいんですよね。でもこれをすると、横じわが定着するちょっと可能性が、これに関してはあるんですよ。ですので、人それぞれどこにシワができるかあると思って、眉毛を上げた時にできたシワのところに指を置く。こんな感じでね。そしてシワを防ぎながらやりましょう。ちょっと今皆さん鏡で今の目の大きさを見ておいてください。今現在の目の大きさね。まず目の大きさを確認して、これから行きましょう、一緒に。そしたら違いがよくわかります。はい、行きましょう。はい。上げて、下ろす。上げて、上げ、眉毛を上げますよ。眉毛をしっかり上げて。でですね、これですね、軽く上げるんじゃなくて、もう思いっきり、もうこれ以上眉毛が上がらないっていうところまで頑張りましょう。はい、もっともっと。はい、上げて。もっともっと。もっといきますよね。もっとグッと上げて。額の皮膚を頭部にこうグッとスライドさせるイメージ。はい、1。上げて。上げて。上げて。もっともっと上げましょう。もっと前頭筋鍛えましょう。もっともっと。はい、上げて。上げて。まだいけるかな？はい、頑張って。上げて。ちょっと疲れても頑張りましょう。はい、上げて。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 1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。手のひらで押さえてもいいですよ、ここは。例えば、ちょっとシワがね、多くて指では間に合わないって方は、ここで、これでもいいです。よくありがちなのが、こう押さえた時にここの真ん中が漏れてる。そういう時はちょっとここが心配なので、そういう時は指を互い違いにしてくださいね。で、もしくはこれでもいいです。手のひらで。はい。上げて。あと、10回行きましょう。上げて。上げて。3、4、5、6、7、8、9、10。はい。そして上げたまま10秒キープしましょう。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。はい、じゃあちょっと鏡を見て、鏡がある方は鏡を見てください。ちょっと目の開きが良くなるの分かります？これをすることで少し額がぐっと引き上がったんですよ。リフトしたんですよ。その時にこのまぶたも一緒に上げたので、ちょっと目の開きが良くなったんですね。これはね、実はね、ちょっと一時的なんですね。目の開きが良くなるのはね。で、しばらくするとやっぱり元に戻るんですけども、これを繰り返してると、こう目の開きがこう、いい状態がこう、維持されるようになりますからね。これぜひ一緒にやってください。はい、今日3つやりましたよ。目の下のリフト、目尻のリフト、そしておでこのリフト。この3つやりました。今、マスクをね、だいぶ皆さんもしなくはなってると思うんですけども、私はね、割ともうずっと、もうその継続でやってる状況ですけども、こうして隠した場合ですね、見えるのは目だけですよね。目元が若いとすごい得なことがたくさんあるんですよね。顔全体を若く見られるというね、こう隠した時にね。目の印象はまぶたのたるみ具合と、この下がりですよね。私が一番気にするのは、こう年齢重ねる時にこうなった時にちょっと元気がなく見えますよね。やっぱりこう、ちょっと上がってるぐらいの方が若く見えるので、ウインク命で頑張ってます。目の下のたるみはもう改善できてるので、ちょっと疲れると私も目尻がちょっと下がるんですよ。なので、もうこの眼輪筋のこの横部分を鍛えることを私はちょっと集中してますね。普段気づけば口角下がらない。これはもう意識だけ。これはもう意識しかないんですよね、口角ってね。もちろん日頃のトレーニングで口角上げの定着ももちろん測りつつ、やはり日頃何もしてない時でもここを緩めない。特にマスク生活してるここ緩みがちなので、マスクの中でも口角を上げるっていう風に頑張ってください。目の下のたるみはどれぐらいで改善できますか？これはよくね。いい質問ですね。よく聞かれます。目の下のたるみはちょっと時間かかりますよ。どれぐらいこうたるみがあるかにもその程度にもよるんですけれども、だいたい3ヶ月はやってください。で、3ヶ月やって、それでも現状維持ですよ。現状維持ですけれども、それがですね、顔ダンス全部やっていきながらやっていると、1年ぐらい。すいません、長いです。前にもお伝えしましたけども、顔ダンスは顔のアウトライン、この端っこから改善していきます。まずこのフェイスラインのこのぼよっとした感じがこう引き締まってくるとか、で、次にこうちょっとこう頬が上がってくるとかね。で、こめかみのへこみが改善するとか、ちょっとこの外側からね、おでこのシワがこうちょっと薄くなるとか、そういったところから改善して、最後が内側だと思ってください。頬は上がるのは割と早いですけどね。ここはちょっと時間かかります。頬もしっかり上げつつ、ここの眼輪筋を鍛えていって、この出てきてる眼下脂肪を内側にこう入れ込むようなイメージになるんですよね。ですね、ちょっと時間かかりますけど、これやめないでくださいね。少しでもちょっとずつやっていくうちにだいぶ違いますからね。
片目だけ目の下のたるみがひどくなってきていました。片方だけ頬上げした方がいい。これもよく聞かれるんですよ。例えば口角が右だけ下がってるとか、目の下のたるみがこっちだけひどいとか。でも、必ず均等にやってくださいね。よく言われるのが、こっちがたるんでるからこっちだけやりたいとか、そうでダメなんですよ。逆に、変な顔の筋肉の歪みができてしまいます。片方だけ鍛えようとすると。なので、もう、鏡で、均等に全ての高さを揃える。例えばこれだったら、眉毛の高さをちゃんと揃えるとかね。笑って笑顔を作る。何のいい上をとかね。ぐっと口角を上げるときも、口角の高さを揃えるとかね。こっちが上がってこっちが下がってないように、ちょっと同じぐらいに揃えるとか。はじめはしっかり鏡を見ながら、トレーニングの間も揃ってるかどうか。下の、この引き上げ方も同じぐらい上がってるかどうか。そんな感じでやってみてください。鼻下が伸びて、面長になってきて、ここをね、気にされることがとても方が結構いらっしゃいますよね。これも口輪筋の伸びですね。ですので、そういう時はぐっと押さえて、口周りを、しっかり徹底的に押さえます。そしてここを硬くしてください。触ってみてください。上唇として唇をぐーっと押した時に、どうですか？口の周り。硬いですか？ここは鉄板のようにしてほしいんです。もう私はね、かなり硬いんですけども。もちろん力を入れた時が一番硬くて、力を抜くと柔らかくなりますけども、その力を抜いた時もある程度張りが出るようになると、ここは伸びにくくなります。それと前にも言いましたけど、ほうれい線がぐっと入り込みにくい。ここが硬いと。やってみてくださいね。最近眉間に横のシワができた。眉間のシワですよね。ここのことですか？眉間に横シワですかね？これよく言われますよね。その理由の一つが、ここが下がるとですね、ここが皮膚が重なるようになっちゃうんですね。おでこが下がることによってシワができますから、もうこれですよ。ちょっとやるとわかるんですけど、ここがストレッチされるんです。このシワが。上げて。上げて。上げて。ね。はい。まず何から始めるのがいいですか？顔ダンス自体ですね。まず何から始めるか。簡単なのが、まず上唇と下唇をしっかりと押さえて、口輪筋を鍛えましょう。押さえて10秒キープ。そして5秒出す。5秒引っ込める。初めてもう初心者さんで顔を若返らせたいけど何やったらいいかっていう場合は、とにかくこの上唇と下唇をグッと押し合って、まず口輪筋を鍛えていくことから始めましょう。そうすることで、このフェイスラインの改善、口の横のたるみ改善にもなりますからね。眉間の縦じわはどうすればいいですか？はい。眉間の縦じわもよく聞きます。これはですね、普段からこういう癖がある場合とか、寝てる時に無意識に眉間にしわ寄せてると、ここにシワが入りやすいので、日頃どんな時にご自身が眉間にしわ寄せてるかっていうのをまず確認して、それをしないことが一番大事です。何かを見る時にもちょっと目を凝らしたりね、そういう癖があれば。あと寝てる時に眉間にしわを入れてるっていうパターンが結構ありますね。その場合は寝てる時にテープを貼ってください。シワ防止用のね、それが一番いいです。はい。口に空気を入れて回すやつが難しいです。はい。ちょっと一緒に行きましょうか。空気を入れて回すんですけど、これ何にいいかというと、口周りのシワの改善になります。一緒に行きましょう。はい、空気を入れて、回します。難しいですかね。これも、やっぱり口輪筋の力で口を閉じつつ回すっていうのが少しテクニックいるんですよね。口に空気を入れて回すってすごく簡単に見えますけども、実はすごくいろんな筋肉を総合して動かしてるっていう状況なので、顔ダンスの一つになります。これもぜひやってみてくださいね。ゴルフラインがどうしても治りません。ここは斜めにできるんですよね。これはね、やっぱりね、頬をぐっと上げることによって少しなんていうか、溝を少し押し上げるのが一番いいんですよね。なので、頬上げをお勧めします。上唇と押し合って力を入れたら、唇の上にシワ、ここがシワシワになる。上唇として唇をグッと押した時に、口の周りにシワができてそれが気になるっていう方も結構多いんです。それとか、この梅干しじわとかね。これはもう気にしなくて大丈夫です。定着しませんから。なぜかというと、押し合って、その後、前に出すでしょ？そして引っ込める。この動作で、このシワ全部リセットさせるんですよ。アイロンかけた状態になるので、そこは全然問題ありません。大丈夫です。ではちょっともう一回復習いきましょうね。はい。目の下のたるみ改善いきますよ。はい。軽く舌を噛んであげます。はい。手拍子いきましょう。上げて、上げて、上げて。あまり上がらなくても大丈夫です。だんだん上がるようになりますからね。無理しないように。1、1。早くできる方は早く行きましょう。
OK です。ウィンクいきましょう。はい。ウィンク、ウィンク。眼輪筋の翼部分を鍛えて、で、これの効果はですね、目尻が上がるだけではなくて、ここのこめかみのへこみの改善にもなるんですよ。眼輪筋って結構広くてこの辺まであるんですね。で、ここだんだん年齢とともに脂肪が減ってへこんできますよね。ウィンクしてる間にここがふっくらしてきましたっていう方がとても多いですよ。顔ダンスはね、本当にやればやるほど若返ってきますので、これはね、やってる方が実感しますね。で、唯一効果がないとなるで途中でやめること。これはいつも言ってますけどね。根気です。大変ですけど。まず続けることがまず第一条件なんですけども、私はとにかくお風呂でやってるんですよ。一日の中で空いてる時間にやろうって思ってたらなかなかこれができないんですよね。例えば寝る前にやろうと思っても疲れてたらやめちゃいますよね。なので私はもうお風呂に入って、ちょっとぼーっとするじゃないですか。特に何もね、することなく。その時にやるって決めてるんですよ。なので絶対に忘れることがないです。湯船の中でやるからね。これおすすめですよ。それとね、湯船に入ってするといいことはね、もう一つあって、蒸気が多いので細かいシワができにくいんですよね、見た目にも。やっぱり乾燥して、今から空気も乾燥してるんで、トレーニングするとシワが気になりますという方も多いので、細かい小じわを防ぎながらやりたかったら、湿度の高いところでやる。お風呂の中とかね、それもすごくおすすめなんですね。で、私はそれをね、トータルでやりますよ。アメンボ赤いな、湯を広角トレーニングがあるんですけど、それも全部仕上げて全部やります。はい、次、おでこいきますよ。はい、おでこね、シワに指を置いて、はい、1、2、マリネットの線はどのようにしたいですか？はい、ちょっとまたやりますね、後でね。はい、1、2、一緒に。この時に楽に流さないようにね、おでこのシワができる部分に指をしっかり置いて、シワを刻まないような状態で、これ、確実にグッと上げて、はい。10回、基本はこれ10回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、上げたまま10秒キープ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。できたら下まぶた上げ100回。1日ですよ。で、ウインクはいい位置で1として、右左で1として、これを100回。100、100。ここは、今10回やりますけど、100。最初の人はもう少しずつでいいですよ。でも、もう慣れて、ある程度何ヶ月かやってる方は、ぜひそれをやってください。もちろんやってらっしゃると思うんですけどね。そうすると、この目元の若返りを維持できますからね。ちょっと質問ありました。マリオネットのことと、あと下まぶたを上げた時に、頬と下まぶたの間にくぼみができます。ここがね、ちょっと上げた時に、ここがポコッと凹む方がいらっしゃるんですね。これもトレーニングをしていると埋まってきます。大丈夫です。で、マリオネットライン、ここですよね。この改善方法はもうやっぱり、口輪筋を鍛えていって、そして頬を上げていくことがやっぱり一番いいです。マリオネットラインってこの頬のたるみと、口輪筋の緩みで、そうしてもここに水が入りやすいのでね。口輪筋をしっかり、上唇と下唇をグッと押し合って。はい。はい。で、次はですね、頬を上げる方法をしましょうか。よく私はね、頬がパツパツとか入れますけど、何も入れてないですからね。ヒアルロン酸を入れてるんじゃないかって言われますけど、これはもう天然の方ですけどね。もうここではね、徹底的な頬を作ったんです。もともとはペローンとした顔だったの。もともと凹凸もないし、全体的に小作りでペローンとして、よく埴輪ってね、友達から言われてた。中学校の時に埴輪みたいだねとか言われたことがあるんですけどね。もうそれが嫌でちょっと立体的になりたくて、それもあったし、ほうれい線とかもいろいろ顔の老け顔がすごく気になってたので、もう徹底的な頬を作ったんです。慣れるまではね、大変かもしれないんですけど、実感で自分の方が上がってくるのがわかると一気に顔が若返りますから。では、また今日もゆっくりと、じゃあ午後からまたお仕事の方は頑張ってください。はい、お疲れ様。ありがとうございました。また来てくださいね。